皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから10日間ほど経ったところです。時は8月上旬の2日間です。撮影を行った時の天気は2日ともよく晴れていました。このところ曇りまたは雨の天気が続いていましたから、久々の晴れた日を満喫することができました。1日目の撮影は昼下がりに行いましたが、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で26度にまで上がりました。2日目の撮影は朝早くに行ったので、その時の気温は20度にまでしか上がりませんでした。今回は今年新しくできた2つの群の間で勢いに格差が出てきたので、それにどう対処したのかという話題を中心にお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。前回の動画の時点で私、この地方で夏の主な蜜源植物であるオオハンゴンソウでは開花がすでに始まったとお伝えしました。それから10日間ほど経った今回の動画では、今やオオハンゴンソウは満開の時を迎えています。オオハンゴンソウの時期はこれから長く続きます。そして蜂たちはオオハンゴンソウから蜜をどんどん集めてきてくれています。そこでこの日、早速私たちは蜜を絞らせてもらいました。今年はクローバー蜜を全く絞ることができなかったので、春先に行う掃除蜜の採蜜を除くと、本当に久々の蜜の収穫になります。私たちが蜜を瓶詰めして出荷しているお店からは、ありがたいことに蜜が品切れになりそうだと催促をいただきました。オオハンゴンソウ蜜のおかげで、ここでどうにか一息つくことができそうです。やれやれといったところです。現在の当養蜂場の群では、いずれも女王蜂が今年羽化したばかりの若手です。大規模な養蜂家さんでは、毎年女王蜂を入れ替えているようですが、当養蜂場ではそういうことはやっていません。当養蜂場では女王蜂にできるだけ長生きしていただいて2年3年と活躍してもらっています。ですから全ての女王蜂が今年羽化したばかりという現在の状態は巡り合わせの結果としてたまたまそうなったということでして、私たちが意図してそうしたわけではありません。ただおしなべて若い女王蜂ではありますが、皆が皆同じ調子でバリバリと仕事をやってくれているのかというと、決してそういうわけではありません。女王蜂の仕事は産卵ですから、それを踏まえて今の話を言い換えますと、すべての若い女王蜂が同じようなペースで精力的に産卵してくれているのかというと、そういうわけでは全くありません。そこにはどうしてもちょっときつい言い方になりますが、能力差があります。バリバリと産卵を行っている女王蜂がいる一方で、他方には産卵成績が今一つ良くない女王蜂がいます。旺盛に産卵を行っている女王蜂のコロニーでは、働き蜂がどんどんと増えていって、勢いが順調に伸びていきます。ところが、女王蜂の産卵が振るわない群では、働き蜂の増え方が今一つで勢いがありません。今内見を行っているコロニーの女王蜂は今述べた前者の例です。つまりこの群の女王蜂は非常に精力的に産卵を行ってくれています。その結果、蜂の数がとても順調に増えています。もともとの群は巣板3枚の一段巣箱で収容できる小さな群だったんですけれども、今や二段巣箱の群になっています。蜂の数が増える過程では育児のために多くの餌を消費しますけれども、蜜を集めてくる労働力も潤沢になってくるので、育児で使う蜜を大幅に上回る蜜が自然界から集まってきます。それが巣板の上にある蜜棒にたまります。この巣箱からはこの日の朝に上段の継ぎ箱の中にある3枚の巣板から蜜を絞らせてもらいました。遠心分離機を使って
人間が蜂が集めた蜜をいただくのはどうしても朝早くの仕事になります。というのも昼になると蜂たちが自然界からどんどんと蜜を集めてきます。ですから仮に昼頃に採蜜を行うとすると、こうした蜂が蜜を集めてくる仕事を邪魔することになってしまいます。で、また蜂が集めてきた直後の蜜はまだ熟していませんから、このタイミングで採蜜を行うと、人間が絞った蜜の中にまだ熟していない蜂が集めてきたばかりの蜜が大量に混ざってしまうことになります。ですから採蜜は早朝の仕事なのです。なお、この群の女王蜂は至って元気でした。今見ているのは先ほどとは別の群です。先ほども言ったように、ここの女王蜂も今年の春に羽化したばかりです。先ほどの女王蜂とこの群の女王蜂はほぼ同じ時に誕生しました。しかし産卵の能力はだいぶ違うようです。先ほどの女王蜂は旺盛に産卵していましたが、この頃にの女王蜂はそれと比べてあまり産卵が進んでいないようです。それでも少しずつ巣の中の働き蜂の数は増えてはいます。がしかし増え方のピッチは遅くて、未だ一段巣箱の群のままです。先ほどの群がすでに二段巣箱の群になっていたのとはだいぶ違います。この群からは今回は採蜜は行いませんでした。そしてこの群の女王蜂の生産力が低いと感じているのは、どうやら私たち人間だけではないようです。蜂の目から見てもいまいちであるようです。それというのも、今の時期としては少し遅い立派な大台が巣の中にできていました。その大台の中には幼虫がいて、将来の女王蜂になるべく着々と育っています。ただし大台にはまだ蓋はついていません。こういうものができるのは、働き蜂が女王蜂の交代を望んでいる証だと思います。そしてこの大台をどう処理するか、それが私たちの思案のしどころです。蜂たちの要求を飲んでそのままにしておいて女王蜂の交代を認めるべきなのでしょうか。それとも現在の女王蜂の体制を維持するためにこの大台を潰すべきなのでしょうか。私たちが出した結論は、蜂たちの気持ちを汲んで大台を残すというものでした。つまり成り行きに任せて大台を残した結果として起こるであろう女王蜂の交代を容認するというものです。ただしここで一つ問題があります。それは大台を残したままにしておくと分蜂が起こるリスクがあるということです。新しい女王蜂が生まれてくることを察した古い女王蜂は、新しい女王蜂が羽化する直前に巣箱の中にいる蜂の半分を引き連れて巣箱から出て行ってしまうかもしれません。もしもこんなことになると、たとえゆっくりしたペースであったとはいえ、せっかく増えてきた蜂が大挙して巣箱からいなくなってしまうわけです。これは養蜂家にとっては災難です。分蜂は養蜂家であるならば誰でも避けたいことです。そこで私たちは今いる古い女王蜂の羽を切ることにしました。ここの女王蜂はまだ羽を切っていなかったのです。羽を切られた女王蜂は全く飛べないか、仮に飛べたとしても遠くまでは行けないはずです。女王蜂抜きで分蜂が行われることはありませんから、こうして羽を切っておくと分蜂を防ぐことができるはずです。羽を切られた女王蜂はさぞかしびっくりしたことでしょう。面白いのは働き蜂がひどい目に遭った女王蜂に寄り添っていたわっていました。私たちの見立てでは働き蜂は女王蜂にダメを出したはずなのですが、それでも現時点では巣の中で唯一の女王蜂なので、その安否が気になるということなのでしょうか。はい。今回は
春のほぼ同じ時期に誕生した2頭の若い女王蜂の間で産卵のペースがかなり違うということ、そして働きの悪い女王蜂の巣箱に立派な大台ができていたが、それは女王蜂の交代を視野に入れた蜂たちの動きではないかと私たちが考えたこと、そしてその大台を残して女王蜂の交代を容認し、合わせて分布を防ぐために古い女王蜂の羽を切ったということをお話ししました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。これから今年のスズメバチの動きもお伝えしますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。でなお、高評価や動画のシェアをしていただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。